ドバルダン、クロアチア旅ソムリエのサチです。今回はアドリア海の真珠、ドゥブロブニクの憧れホテル、ホテルエクセルシオールに2泊しました。コロナ禍のリアルな様子やおすすめポイント、注意点、穴場から失敗しないコツまでたっぷりご紹介していきます。ホテルエクセルシオールは1913年に開業、ドゥブロブニクを代表する5つ星ホテルです。旧市街の入り口までは約550メートル、徒歩7、8分の立地です。シービューの部屋やレストラン、カフェからの旧市街ビューやアドリア海の風景は息を飲むほど美しく、優雅で落ち着いた大人のラグジュアリーバカンスを満喫することができます。コロナ禍のオフシーズンということもあって予約していた5軒のホテルのうち実は3軒がドタキャンになってしまいました。そんな中営業していたホテルエクセルシオールは入館前にスーツケースの消毒がありました。これは他のホテルではなかったのでちょっとびっくりしました。スーツケースはかなり濡れ濡れになってしまっています。検温も無事済ませてチェックインへ向かいます。検温は実はこの時1回きりで2日間ステイした間には特に繰り返し検温はありませんでした。Good morning. Thank you. Dobro, Farah. チェックインにはパスポートとギャランティー用のクレジットカードが必要です。スペーシャスなロビーからのシービューもすごく優雅な気分でおすすめです。ポーターさんが荷物を運んでくれました。Your number? 328. エクセルシオールは全部で158室あるのですが、この日の宿泊客は50人ほどということで、エレベーター待ちは全くありませんでした。Okay. The zero階、piano bar. Piano bar, okay. -1 is restaurant for the breakfast. -2 is the fitness, and -3 is the spa area. Okay, great. Reception is number 4, yeah? This is number 4. Okay. エレベーターを出た時にスーツケースの上に乗せていたバッグが落ちてしまったのですが、割れ物が入ってなくてよかったです。今回はコロナ禍とイースター前のオフシーズンのスプリングスペシャルということで、シービューのデラックスルームに泊まることができました。鍵は普通のカードキーです。室内にはすでに電源のところにカードキーがすでにセットしてありました。外出中でもスマホなどの充電がちゃんとできるということだと思います。5つ星ホテルだったのでポーターさんには20クーナのチップを払いました。ありがとう。ありがとう。Thank you. またね。またね。バイバイ。少額紙幣を事前に準備しておくとスマートです。早速バルコニーに向かいます。数字が1、2と扉に書いてあったのでちょっとガチャガチャしましたが、ドアノブが下向きになっているとそのまま横にスライドをすれば開くようです。目の前にはアドリア海とドゥブロブニク旧市街の絶景が広がります。この開放感と優雅さは映像では100分の1もお伝えしきれないのが本当に残念です。目の前にあるのはロクルム島です。青く澄み切ったアドリア海がキラキラ光り、ドゥブロブニク気分が最高に盛り上がります。波の音がどこまでも心地よく、観光に出かけるのがもったいないほどです。と言いながら早速客室チェック。ベッドサイドの電源は C 型プラグです。ドイツやフランスなどと同じです。変換プラグがあればカメラやスマホなどは変圧器がついているので普通に充電することができます。デスクの電源には USB 充電プラグが1つありました。モニターにはウェルカムメッセージが書いてあるのかなと思いましたが、今回はちゃんと読みませんでした。
コロナ禍で施設案内ファイルは撤去されていました。反対側のベッドサイドの電源もご覧の通りです。ワードローブは普通にハンガーがかかっていました。ただ、センサーで照明がつくので、それは便利だなと思いました。隣のワードローブはランドリーサービスとアメニティの6種類のシュークリーナーとソーイングセット、そして金庫が設置してありました。3月末の朝晩冷え込む時期だったのですが、室温はとても快適に設定されていました。床も全然冷たくなくて快適でした。さて、ここからは浴室チェックです。シンクは2つありまして、物を置くスペースも十分にありました。タオルはバスタブに入れておくと清掃の際に交換をしてくれます。アメニティは6種類。石鹸とシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ボディーローション、そしてネイルファイルとシャワーキャップ、コットンに綿棒が備え付けてありました。日本では歯ブラシセットは定番なのですが、ヨーロッパでは高級ホテルでも置いてないことが一般的です。バスタブとシャワーは別々に独立式です。シャワーキャビンの中にもシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、そしてボディーローションが置いてあります。シャワーヘッドは可動式と固定式の両方がありました。今回エクセルシオールで唯一残念だったのは実はこのシャワーなんですよね。水圧が若干弱めだったのは許容範囲だったのですが、水温が熱くなったり冷たくなったりして何度も水温調整をしなければならなかったのがちょっとだけストレスでした。それとシャワーを浴びる際には外が濡れないようにいつも背中を壁に向けて水がドアの外に出ないように注意しているのですが、今回はキャビンの外の床が少し濡れていました。バスマットは他の一般的なホテルの2倍ぐらいの大きさでしっかりしたものでした。ハンドタオルとバスタオルもしっかり厚みがあってふかふか柔らかいものが合計4セットありました。ドライヤーは 2100W のフィリップス社のものが置いてありました。バスローブもすごく大きくて厚みがあってふかふかで高級感があって5つ星ホテルだなという感じがあります。スリッパはごく普通の5つ星ホテルによくあるものでした。エクセルシオールはアドリアティックラグジュアリーホテルのメンバーなのですが、そこのロゴがプリントしてありました。客室の方に戻ってミニバーチェックをしてみましょう。ミニバーの中にはウイスキー、ウォッカ、それからジンとコニャックが置いてありまして、それぞれ60クーナ、約1000円ぐらいですね。で、スパークリングワインはスペイン産のもので90クーナ、約1500円というとこでしょうか。で、ワインはクロアチアの内陸部スラボニア地方のベレという大きな会社のもので、赤ワインはカベルネソービニオンメルローのもの、これは、170クーナで、もう一つが白ワインで、こちらは140クーナでした。フルーツジュースはリンゴジュースとオレンジジュース、このパゴというブランドはスーパーでも普通に販売されているのですけれども、4、5割ちょっと高めぐらいのブランドです。おつまみはピーナッツとキットカットが置いてありました。ソフトドリンクは右からガスなしの水やな、ガス入りの水やむにた、コカ・コーラとトニックウォーターが置いてありました。それでビールは、これオジュイスコというクロアチアで一番シェアが大きい定番ビールですね。オジュイスコが置いてありました。隣は湯沸かしポットとコーヒー、紅茶セットが置いてあります。ま
まず紅茶の方ですけれども、ロンドンのアーマッドティーというブランドで、イングリッシュブレックファストとアールグレーのお茶が置いてありました。このアーマッドティーっていうブランドはこちらも、スーパーで普通に売ってあるブランドなんですが、ちょっと高めかなっていう感じ。コーヒーはドイツのコーヒーブランドシボーのインスタントスティックが4本置いてありました。コーヒーフレッシュは冷蔵庫の中に入ってましたよね。カップは各国のホテルでよく使われているらしいドイツのバウシャーという会社のものでした。その他には、ワイングラスが2つとそれから普通のグラスが2つ置いてありました。テーブルの上には消毒液、そして置いてある、封筒の中にはサージカルマスクが2枚入っていました。それとこのボトルは、コンプリメンタリーのガスなしの水ヤナですね。ヤナっていうのは JANA でヤナって読むんですけれども、クロアチアで一番メジャーなガスなしのお水です。館内の Wi-Fi も問題なく快適に使うことができました。マットレスの硬さも枕の高さもちょうどよくて快適に眠ることができました。ベッドサイドにはかわいいメモ帳と水性ペンが置いてありました。この水性ボールペンはすごく書き心地がよくって、今回もらって帰って今もお家で使っています。ベッドサイドにはこういう三角のメモが置いてあったんですけれども、これを枕の上に置いておくとベッドメイキングはしてくれるけれどもリネンの交換はしてくれないというサインです。ターンダウンの際にはこのバヤデラというスイーツが置かれていました。バヤデラはヘーゼルナッツヌガーをチョコレートで挟んだ激甘のスイーツです。クロアチアではお土産の大定番です。客室に関する注意点なんですけれども、この赤で囲んだところはシービューではないお部屋です。そしてこの青で囲んだところは海は見えるんだけれども旧市街は見えないというお部屋になっています。また海が見えるお部屋でもパーシャルビューになっているところもありますし、バルコニーがないお部屋もあります。エクセルシオールはいろいろな客室タイプがありますので、シービューを求めてエクセルシオールに泊まる場合は予約の際に必ず注意をされた方がいいと思います。今回はドゥブロブニク4泊目ということもあったので、ちょっと余裕があって日没時にバルコニーからタイムラプスの動画を撮ってみたりしました。さて晩ご飯です。今回は2食付きのハーフボードのプランでした。0階のメインレストランセンサス、地中海料理のレストランでいただきます。ここは昼12時から夜22時までランチからディナーまで営業しているアラカルトのレストランです。室内のほかテラス席でもお食事ができます。前菜はサラダやスープ、パスタなど100クーナ約1700円前後です。メインは魚料理や肉料理200クーナ前後でした。今回行ったのがもう暗かったのですが、早く行けば景色も楽しめると思います。店内はすごく落ち着いた雰囲気でした。他のお客様は T シャツやトレーナーなどかなりラフな服装な方が半分ぐらいいらっしゃいました。その他の人もシャツにジーンズ、女性はワンピースといった感じの服装でした。ガラス越しにオープンキッチンが見えます。普通ハーフボードとかフルボードの場合はバイキングのことが多いのですが、コロナ禍のためなのか前菜もメインもデザートもそれぞれ3種類の中から1つ選ぶことができました。前菜はカプレーゼを選びました。ドリンクはミネラルウォーターとグラスワインを追加でオーダーしました。メインはお魚のスズキのグリルを頼みました。デザートはドゥブロブニク地方の伝統スイーツプリンに似たロジャータというものを頼みました。全部普通に美味しかったですが、男性にはちょっと量は少ないかもしれません。私にはちょうど良かったです。朝寝坊をするのがもったいなくて、朝もタイムラプスを撮ってみました。朝ごはんはマイナス1階のサリンレストランです。
テラス席に出ると爽快爽やかで青く透き通るアドリア海の絶景を独り占めできました。海の潮騒が耳に心地よく、穏やかに時が過ぎていきます。朝は巡航なので旧市街ビューもバッチリでした。テラス席でお食事もできるのですが、今回は寒かったので屋内で食べることにしました。エクセルシオールの朝ごはんは通常はビュッフェ形式なのですが、今回はコロナ禍の影響だと思うのですが、オーダーバイキングでした。ジュースはオレンジジュース、リンゴ、グレープフルーツ、クランベリー、それからスパークリングワインも選べます。コーヒーは各種選べますし、ミルクは普通のものからスキムミルク、ラクトーズフリー、アーモンド、豆乳、ヤギのミルク、ライスミルク、オーツ、そして、フルーツはフルーツサラダも選べます。それから、シリアルも各種、野菜サラダで、ヨーグルトでは普通のヨーグルト、ローファット、フルーツヨーグルト、そして豆乳ヨーグルトも選べました。パンに塗ったりするスプレッドは、ジャムや蜂蜜、バター、クリームチーズ、マーガリン、チキンパテで、卵料理なのですけれども、ゆで卵、目玉焼き、スクランブルエッグ、ポーチドエッグ、エッグベネディクト。オムレツは中に入れるものがチーズ、ハム、パプリカ、マッシュルーム、トマト、玉ねぎを選ぶことができます。またオムレツは、卵白だけのものも作ってもらうことができます。そしてお肉類はベーコン、ハム、それからポークソーセージ、チキンソーセージ、野菜のグリル、お豆ですねも選ぶことができますし、パンもクロワッサンなどいろいろな種類があるほかに、フレンチトースト、それからブレッドプディング、フルーツブレッド、グルテンフリーのもの、それからキッシュはチーズやハム、それからお野菜が入ったもの、その他ワッフルも選ぶことができました。私はですね、1日目はフルーツサラダ、ヨーグルト、コーヒー、オレンジジュースを頼みました。オレンジジュースはいつもは搾りたてだったのですが、今回は市販の 100% オレンジジュースでした。カトラリーは BMF です。卵料理はエッグベネディクトを頼みました。それとベーコンやソーセージを一口ずつ持ってきてくださいっていう風にお願いしました。朝食会場では小型犬を抱っこした人が同料金でルームサービスしてもらえるかどうかを交渉していました。2日目は全く同じメニューの中からオムレツ、野菜サラダ、豆乳ヨーグルト、グレープフルーツジュースとスパークリングワインをオーダーしました。スパークリングワインすごくたっぷりついでくれて、朝からこんなに飲んで大丈夫かなとちょっと思いました。エクセルシオールの今回の穴場は、0階のカフェです。レセプションからエレベーターで直結しているので、宿泊をしない場合でも優雅にドリンクや軽食を楽しむことができます。値段も旧市街内のカフェとほとんど変わらないぐらいの値段か、もしかしたらちょっと安いぐらいっていう感じがしました。今回は12時にチェックアウトをした後、16時のフライトまで時間があったので、ランチの代わりにチーズケーキを食べたり、コーヒーを飲んだりしてゆったり過ごすことができました。バーの隣にはこのホテルに泊まったセレブたちの写真が飾ってあります。こちらの写真はエリザベス女王ですね。そしてこちらは若かりし頃のエリザベス・テイラー。こちらはミック・ジャガーでしょうか。サッチャー首相もいらっしゃいますね。この辺りちょっとよくわからないんですけれども、そして日本の皇室では紀宮様も滞在されたようです。ドブロブニクを代表する由緒正しいホテルだなということがよくわかります。写真を見てエレベーターを右に曲がるとビジネスセンターがあります。その通路をさらに先に
まっすぐ歩いていきますとブティックがあるんですが、今回はブティックは閉まっていました。こちらは旧館の方になりまして、客室が続いています。ここをまっすぐずっと突き当たりまで歩いていくと旧市街の方へ行く出入り口があるのですが、今回は旧館がクローズ中だったため出入り口も閉鎖されていました。なので引き返してレセプションの方に戻ることにしました。今回は本当に人が少なかったのでエレベーターは呼んだらすぐに来ました。レセプションに行くには RC を押すと4階のレセプションの方に行くことができます。レセプションに戻ってきました。この広々とした旧市街の風景は何度見てもため息が出ます。最後に新館の方に戻って探検を継続します。まずマイナス3階のスパビーチエリアに行ってみることにしました。ここがスパとか屋内プール、そして、ビーチがあるフロアです。受付を通り過ぎてまっすぐ突き当たりまで行くとプールがありました。プールはこの後泳いだのですが15メートルぐらいの長さがあったと思います。ここの左側はエステウェルネスエリアでマッサージなどもしてもらえます。今回はちょっとしてもらわなかったのですが、次回はぜひしたいなと思いました。エクセルシオールはプライベートリーチがあるのですが、ここには、ビーチ用のタオルが右側に置いてありました。屋内プールではデッキチェアにタオルが置いてあったので、わざわざお部屋から持ってこなくても大丈夫です。で、こちらの方が、エクセルシオールのプライベートビーチということになります。この上が新館タワーになります。で、夏になるとここにデッキチェアとかパラソルが用意されて海水浴を楽しむことができます。こちら側は旧館で多分今はクローズ中だと思います。午後は旧市街は完全に逆光なので全然、景色が良くないです。海はですね、もうすごく綺麗に透き通っていて綺麗なんですけれども、夏でも水はすごく冷たいです。それは北海道と緯度が同じぐらいなのと、おそらく、すぐに深くなってしまうからだと思います。さて、マイナス2階のフィットネススタジオに行ってみましょう。私、ここのジム初めてなんですよね、今回行くのが。ですね、まず入りますと、これはクロストレーナーマシンが、2台ほど置いてありました。普段からこれぐらい離して置いてあるのか、今たまたまソーシャルディスタンスで2台離して置いてあるのかはよく分かりませんでした。それから、ダンベル、ピラティスボール、ヨガマットなども置いてありました。上からはプールが見えます。プールはですね、両サイドに少し浅めのプールがありますので、子供連れでも、楽しむことができます。こちら側にはトレッドミルが4台置いてありました。そして奥に行くと、ちょっと、スペーシャスな場所がありましたので、ここで、ヨガとかそれ以外の運動みたいなことができるのかなと思います。プールなのですが、右奥の方に、サウナが3室ありました。ドライサウナとスチームサウナと、多分もう一つはミストサウナなんだと思います。今回はドライサウナだけ動いていて、コロナの影響でウェットサウナの2室は使うことができませんでした。あとタオルが置いてありましたので、お部屋の方からタオル持ってこなくても大丈夫です。ドゥブロブニクの5つ星ホテルエクセルシオール春のオフシーズンレポートいかがでしたでしょうか。
旧市街から7、8分離れた場所にありますが、シービューのお部屋のテラスでは潮騒を感じることができ、旧市街ビューを楽しみながら優雅な時間を過ごすにはぴったりのホテルです。宿泊をしなくてもカフェやバーなどを楽しむことができ、ドゥブロブニクの優雅な気分を満喫するには大変おすすめだと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画までさようなら。フバーラ、ドビジェニャン。